ライブってどう見えて？そうですね、はい、私もいろんなお客様とビジネスやらせてもらってますけど、我々としても今回アライブグループ、それこそ安尾社長、考え含めてやっぱり日本っていう国はどうですか？どんな国ですか？皆さんこんにちは。今日はですね、インドの皆さんに来ていただいて、アライブのこれからの人材戦略の非常に重要なところなんですけど、海外の方々に我々は助けていただいて未来があるということを今日実際にうちで働いていただいている3人と、それとこのプロジェクトのボスであるラジさんとそれともう何度も一緒にインドに行って本当にお世話になっている中島社長と、運営側というか経営側と実際に働いている方と全部一堂に会してですね、実際今どうなのかっていうところも包み隠さず、課題もぜひもし何かあれば困って答えを言ってくださいね。伺っていきたいと思います。なおこのビデオはですね、何のために使うかというと、これからインドあるいはインドネシア、世界から日本に来る人たちが見るかもしれません。だから後輩のためになるかもしれないし、あとは今入っているご入居者、ご家族、それからこれから入るお客様が海外人材って一体どういうことなんだろう、特に介護の中ではどうなんだろう、これはご期待とご不安が入り混じっているようなところがあるので、素晴らしいんですということを伝えたいということで、お送りしたいと思います。では早速ですが、お名前を一人ずつ言ってください。ミナクシです。ミナクシさん、よろしくお願いします。こっちにね。アカンクシャです。よろしくお願いします。はい、カビタと申します。カビタさん、よろしくお願いします。私が初めてお会いしたのはもう1年以上前にバングルインドのあれは南インドですね。とっても素敵なところで出会って、あの時の日本語より今めちゃくちゃ上手になりましたね。ありがとうございます。ちゃんと会話ができてるっていうのがすごいレベルアップしているので。何ヶ月で来てから何ヶ月持ってますか？8ヶ月。日本に来て8ヶ月経った、はい、その間が8ヶ月がどんな時間だったかを後で教えてくださいね。はい、ラビスのラジさんもオーナーですけど、はい、もう今回セコムグループでももうずっとお世話になっていて、もう人材ならラビスさんっていうところで、これからアライブまたセコムグループはどんどんインドの人材を受け入れていきたいと思います。そうですね、我々としても今回アライブグループ、それこそ安尾社長、考え含めてやっぱり外国人だからっていう意味でもスキルが高い人材をしっかり紹介していきたいと思ってます。で今回は、この3名がスタートにはなりましたが、社長もかなり深い計画を持っているので、これからどんどん日本人にも負けないぐらいの同じような考えと言葉、日本語も含めて対応できる人材を一緒に紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ラビスさんから来てくださってるみんなはとっても評価されてまして、それはチームのメンバーからもそうだし、お客様からも素晴らしいって実際に現場の声です。正直に公平に見て、僕は日本人より有能なんじゃないかなって思うぐらい素晴らしい方に来ていただいて、それを縁をつないでいただいて本当感謝してます。ありがとうございます。中島さんは実際、私とそうですね、いろんなところに飛んで、いろんな会社さんがとお会いすると思うんですけど、アライブってどう見えて？そうですね、私が見た中で一番施設としては一番ターゲットそうですね、お客様層が超ハイエンドのお客様で、目を見張るような、だけどもそのお客様に全然その満足をですね、全く危険を取らない満足をご提供していただしてですね、また口コミでどんどんまたそういう方が来ていただくような運営と戦略を持ってやられてまして、そういう中にナビスのインドの人材を仲間に入れてもらって、その一環としてまたお客様に満足をさせていただくように育てていただいていることにすごくまず感銘を受けてます。それよりも何よりもいろいろお話をさせてもらった時に、皆さんを採用する時もそうですけども、
すごく事前の準備とですね、あそこに行ってすぐ面接をしただけじゃなくて、事前にすごく打ち合わせをして、どういうふうな人を取るんだとか、どうするんだとか、ただ取るだけじゃなくて、日本の採用はこうあるべきで、外国人の採用はどうあるべきだと、トライアンドエラー。で、逆にエラーも起こしてもいいと。逆にこのエラーがどういう意味を持つのかもきちっと検証したいというような中で、皆さんが選ばれているということ。それで、その間にナビスでのどういう勉強をしたかもチェックされてるし、日本でこれから働く1年目、2年目、3年目、4年目、5年目、これも全部その最初からいろいろ考えてる思惑というか、その中でどのように皆さんが成長して、そのことがどのように今後のまたアライブさんの運営に生きるかというようなことに今なっているので、本当に壮大な、皆さんは気づかないと思いますけど、深遠な考えのもとでこれが得られているということで、これは私もいろんなお客様とビジネスやらせてもらってますけど、ここまで深く考えて、この長い将来まで考えていらっしゃるお客様はアライブさんですかということで。私が海外人材をやろうと思ったのは、今から実はもう8年、9年ぐらい前になるんですけど、実際にその時はベトナムに行った時に、ちょっと僕はすごくネガティブになってしまったことがあって、海外人材の方々の幸せに果たしてなるような採用や選ばれ方がしてるのかなっていうところにすごく疑問を持って、やっぱり僕らのサービスっていつもスタッフ言ってるんですけど、僕らが幸せじゃないと入居者は幸せにできない。でもこれ幸せにならない仕組みになってしまってるんじゃないか、ちょっと問題意識があったんですよ。でもインドに行かせていただいた時にそうじゃないっていうのをナビスのバンガローを見て、素敵な教室と皆さんの熱いメッセージを見て、これだと思いました。だから僕のミッションは皆さんが幸せになる。日本に来て勉強して幸せになって、その姿がご入居者の幸せにつながるっていうことをちゃんと長い目で見て、みんながハッピーになっていくことを考えてみたんですけど、それが現実になったので嬉しくて仕方ないです。そろそろ質問いきますよ。大丈夫ですか？8ヶ月間日本に過ごしていますが、日本っていう国はどうですか？どんな国ですか？安全で清潔で、時々は家族と会えなくて少し寂しくなることもありますけど、仕事をするために日本は素晴らしい国だと思います。本当に皆さんは優しいと。優しいですか？はい、本当に優しいです。大丈夫？はい、日本とっても綺麗です。日本の働く文化はとってもいいです。日本の生活はとってもいいと思います。日本に来る前、ちょっと緊張しました。そして言葉も全部新しいで、どうやってここで幸せになりますか、いろいろなことを考えています。でも日本に来た後でいろいろな勉強になりました。日本でみんなはとても優しくて親切な人です。そしてアライメディケアでもみんなはいろいろな手伝ってもらいます。いつも手伝ってくれます。みんな先輩たち全部はみんなとても優しいです。だから安全。はい。でも今はとてもいいです。まだあと2年、最低でも2年。そうですね。3年間だから。プラス5年やってくれてね。もっと長く日本にたくさん長くいてほしいけど。ね、頑張ってくださいね。すごく期待していますので。で、これからアライブにはインドの方が何十人も来ます。皆さんの後輩がたくさん入ってくるので、今度は先輩としても頑張ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。これすごいことで、よく採用のこと言うんですけど、じゃあ日本人の介護士がですね、英語喋る人はあんまいないんですけど、じゃあ半年後、8ヶ月後にアメリカやヨーロッパ行って介護でやれるかって言ったらみんな下向きますよ。それをやっぱりチャレンジしてることだけでも僕らはもうその姿を学ぶし、なんか日本人が忘れてしまったようなチャレンジング精神というか、そういったものをやっぱり学んでるんで、すごい尊敬、リスペクトしてます。僕は。ポケットのウィッグならてとかそういうことね。言葉が壁じゃないんですよね。最初に来た時に困ったなっていうことが何が一番困ったのか。困ります。そうだね。とても寂しいです。先日受けた技能評価試験、